んこんにちは。料理家の今井真美です。アシスタントの野島次郎です。今日はゴーヤと豆腐を使ったミニマムチャンプルーをご紹介します。はい、ミニマムなんですね。そうなんです。普通チャンプルー、ゴーヤチャンプルーは、いろいろ具材がお肉とか、あとスパムとか卵とか、お店とかご家庭によっていろいろ入れると思うんですが、今日使う具材は豆腐とゴーヤだけ。本当にシンプルに、シンプルミニマムなのでちょっとボリュームのある副菜にぴったりです。では早速作っていきましょう。それではゴーヤを準備します。まずちょっと今日のゴーヤは大きいんですけど、ちっちゃいサイズだと、小1本、でこれだとですね、今日多分270ぐらい70ぐらいあるので、150g に合わせて切っていきます。だいたいこのぐらいかな。大きいサイズだとこのぐらいに切ってください。でこれでここの端っこの部分を切り落とします。切り落として縦に切ります。そうするとこの綿がありますね。でこの綿をきれいに取っていきます。でこの種と綿があるとちょっとこう苦みがあるので、この苦みがすごく苦手な方は、この白い綿もちょっと緑色の部分が見えるところまで。なるほど。綿が苦みの元になりやすい。そうなんですよ。取っていきましょう。見た目でなんかゴーヤこんなん選びたいとかそういうのは？本当はもっとこう緑がかって張りがあるものがいいと思います。パキッとみずみずしさもあるし、歯ごたえもいいと思いますね。でここからこう包丁で削いでもさらにで、もしくはもっとこういうちょっと大さじとかのこっちで、私は結構鋭利なもので、薄くて平らなもの、そうね、小さいティースプーンとかでももしかしたらの方がもしかしたら綿はギザギザついてるやつとか、なるほどね。それぐらい取ると、これぐらい取ると、暑い日にはこういう苦いものってすごく美味しく、なんか清涼感感じる気がする。なんか大人になったら結構こうやってすごい好きになったお野菜やなって思いますね。私はゴーヤのおひたしをいつも常備していて、冷ややっこの上に乗せたりとか。おひたしにして常備する。そう。それではこれは綿を取りました。そしたら8ミリ程度の厚さに切っていきます。なので1センチまでいくと分厚いけど、1センチまでいかずにちょい薄めぐらい。ちょい薄め。ちょい薄め。だいたいこのぐらいかな。もう本当2分の1を輪切りって感じ。2分の1を輪切りで大丈夫です。そしたら全部切れたので、ここでお砂糖とお塩で揉みます。お砂糖とお塩。そうするとちょっと苦味とかアクが出てくるので、これが今お塩が小さじ1/2で、お砂糖が小さじ2入っています。お砂糖の方が多いと。お砂糖の方が多いです。で私は結構ゴーヤはどんなお料理する時もこのお砂糖とお塩を揉み込みます。だからおひたしを作る前もこの下処理を必ずするようにしてますね。これ甘みはなんか影響はどれぐらい？やっぱりちょっとちょっぴり甘み残るんですけど、なんか苦みと合わさるとちょうどいい。なるほど。ほんのりつくって感じ。甘すぎないと。甘すぎない。ちょっとこう水分を絞る感じになるんですかね。そうね、水分出てくるので、水分が出たら、一回水でさっと洗って、やっぱり塩分とお砂糖が強いので、それを落として、キッチンペーパーで水気をよく拭き取ります。
じゃあまあそんなに甘さはね、全部残るわけじゃないと。そうです。はい、こんな感じで全部。もうでもこれで結構しっとり。水分が出てます、ね。早い。そしたらこのまま15分置きます。はい。それでは、次はお豆腐を1丁今日は使います。で、これをもう本当にこのお皿に。木綿豆腐。絹豆腐。思いっきり間違えた。そう。絹で、結構しっかりしたものを。しっかりした絹豆腐。はい。という。木綿だったら滑らかなもので全然。ちょっとこう洗い物よりは滑らかな、木綿でも大丈夫です。で、お好みで大丈夫。で、こんな風にもうこの4等分で大丈夫です。なぜかというと後で炒めるので勝手に崩れていくんですね。だからこんな風にちょっと水気を水切りするとまでいかなくてもこんな風にちょっとキッチンペーパーに開けると水が取れるので、こんな風に切っておいておきましょう。それではもう早速火を通していきます。まずサラダ油を小さじ1入れます。そして先ほど切ったお豆腐ですね。よいしょ。これを並べます。火をつける前に。なんかお豆腐は水分を含んでいるので、結構バチバチバチってなっちゃうから、熱々にしたところ入れたくはないよね、あんまりね。危ないから、火をつける前に入れます。でこんな風にね、ちょっとこう先にお豆腐に油を塗っておくと、後で裏返しやすくなる。さあ置いてただけでこんなに水分結構ね出てる。1分ぐらいで2分です。そしたら火を中火にかけます。で蓋をしてちょっと蓋をずらしてのせます。っていうのがお豆腐から水分がたくさん出て、ここにぴったりするとその水分が下に落ちてバチバチバチってすごい跳ねるので、蒸気を逃しながら、お豆腐を焼き付けていきます。でこれで中火で4分ぐらい放っておきましょう。これはもう触らなくて大丈夫です。こうやってさっと洗って水を切ります。じゃあ4分経ちました。ちょっとお豆腐を裏返します。豆腐ステーキみたいな。そう、お豆腐ステーキみたいな。いい感じ。それでもなんかくっついてしまっても全然大丈夫。後でこんな風に取れるので、そこはそれで美味しいってやつ。ちょっと綺麗に色づくとね嬉しいけど。今またこれでだから水分が抜けて少し固まった感じ。そうだね。美味しいわ。焼き豆腐。こんな感じです。ここからまた水分が出てくるので再び4分程度置いておきましょう。なんか炒め物っていうより、焼くっていう感じ。確かに。なんか今のところ炒めてるようには見えてない。焼いてますねっていう。そうですね。だから順序としては、ゴーヤーを切って、お砂糖とお塩で揉む。で15分置く。でその間にお豆腐を4等分に切る。でキッチンペーパーの上に置いて水気を切る。でお豆腐を両面4分ずつ焼いて、でこの後、もう洗ってしまっているんですけど、さっきのさっと水洗いしたゴーヤーの水気をよく拭いておいて、お豆腐を端に寄せたフライパンのスペースに入れます。そしてナンプラーで味付けして、最後レモン汁をジャッとかけるって感じです。それでは4分経ちました。どんな感じになっているかちょっと見てみましょうか。
いい感じに、いい感じに色づいてますね。そしたら、ここでお豆腐を、ここで初めてちょっと切ると2等分にします。だからこうするとカリカリともっちりと、両方のこう食感が味わえるんですね。水分が抜けてね、中がもっちりとしてくる感じ。はい、こんな感じで。で、これで端に寄せます。そしたらですね、先ほどのゴーヤを入れましょう。で、もう水洗いして水気をキッチンペーパーで拭いています。だからちょっと大きめのフライパンで作るといいかもしれないですね。そうですね。余裕がある方がいいと。で、なんかこうやってちょっとこうザーッといっぺんに炒めるんじゃなくって、先にお豆腐焼いておいたりとか、ゴーヤに下処理をすることによって、この2つの材料だけでもすごくこう美味しく出来上がるんです。手間も本当にすごい少なかったしゴーヤを切っただけみたいな。そうね。で、今日はナンプラーで味付けをします。ナンプラーは私はこのナンプラーを使っているんですけど、メーカーによって、塩味、塩分量が変わってくるので、ちょっと様子を見ながら入れてみてください。少しずつ。少しずつ。で、今日は、大さじ1と1/2を使います。お家にあるナンプラーがちょっと塩分量わからへんなっていう方は、大さじ1入れて味見してから、さらに大さじ1/2入れるといいかなと思います。ではまず大さじ1、で1/2ですね。ナンプラーもね、結構買ったはいいけどみたいな調味料で。そうね。ここで使えるとちょっと嬉しいかもしれない。そうね。ゴーヤチャンプルー、ナンプラーいけるんだみたいなのは今見ながら思いました。ナンプラーってすごく便利で、パスタとか、例えばペペロンチーノ作る時に入れたりとか、お出汁だからお魚のそういう考えか。お出汁も入っているし、塩分も入っているしで、結構万能なんですよ。そっか、出汁っていう考え方か。皆さんめんつゆ好きでしょ。で、めんつゆはちょっと甘みがあるじゃないですか。で、だから白醤油とかね、ちょっとこうなんて言うんでしょう、あんまり色をつけたくないけど、味わい深くしたいとか、そういう時にすごく便利です。確かにその考え方になるとだいぶ使いやすい。なんかエスニックのイメージがあるとね、なんかそうね、ここに入れちゃうと違うかなと思っちゃうけど、全然普段のだしって考え方だ。なんかチャーハンとかに使ってもすっごく美味しいし、だし醤油。私はナムルとかに使いますね。結局その魚醤って世界どこでもあるんですよ。だからどのお料理にも合うんです。で、今ちょっと火を強くして、水気がなくなるまで炒める。で、ここまでなったらお豆腐もくっつかないので、いいですね。汁気もなくなりました。そしたら今大方炒まったので、もう火を止めました。で、最後にですね、もうこれお好みで大丈夫です。レモン汁、レモン汁を入れると結構味が引き締まります。だからレモン汁なかったらお酢とかでも。少し分量入れるとしたら大体大さじ1/2ですね。大さじ1/2。こんな感じで。こう酸が全体を引き締めるので、メリハリのついた味になりますね。ではこれで完成です。
それでは早速試食してみましょう。いただきます。お豆腐が熱そう。確かに中が熱々かもしれない。焼き加減がね、焼き色が美味しそう。美味しい。そうまさにこれね、ナンプラーがちょっと焦げた感じとかがもっと美味しいだろうなっていう。いいと思います。私結構レモンギュッてもっと直前に絞ってもいいかもしれない。というかそうだよね、ナンプラーとレモンの相性はいいっていうのはいろんなところでね、いろんな料理にあるから。実証済みから、ぜひヒロさんも召し上がって。いただきます。ポリポリして。ゴーヤはいい感じ、すごくいい感じ。なんだろう、コリコリ感がある。だからもうほんとさっと炒めやから、結構のシャキッと感も残ってるし、で最初にお塩とお砂糖で揉み込んで、あれをよく洗い流してください。でその後ナンプラーもお好みの塩分量があると思うので、大さじ1ぐらいもしくは大さじ1/2ぐらいから試してもらって、味付けをしていってもらうといいかもしれないですね。お豆腐には何も味付けをしていないので、こう食べる時に結構混ぜながら、そうだね、一緒に食べるとバランス良くなるかもしれない。やっぱり食べる時に自分のお皿で混ぜてチャンプルーを。いやでもご飯のおかずとしてもこれ結構進む味がします。でこれ冷めても美味しくて。確かに。そうだ。だからなんか夏の常備菜にとっても便利だと思うので、おつまみにしたい。ぜひ皆さん作ってみてください。レシピの詳細は概要欄をご覧ください。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。